あなたは知っていますか？日本一の起業家孫正義が一度は全てを失ったことを、そしてそこから逆転し世界有数の投資家にまで上り詰めたことを。孫正義は1957年佐賀県鳥栖の在日韓国人家庭に生まれました。決して裕福ではなく、差別や偏見とも向き合わなければならない幼少期。しかし彼は自分は必ず成功すると心に誓っていました。10代でアメリカに渡り、カリフォルニア大学バークレー校に入学。彼は毎日発明アイデアをノートに書き込み、未来を描き続けました。その中から生まれたのが自動翻訳機。わずか19歳で開発し、シャープに売り込み1億円を手にしたのです。若くして富を得た孫正義。しかしここから彼の逆境が始まります。帰国後に起業したソフトバンクは事業拡大のために資金を投じ続けましたが、度重なる失敗、さらに体調を崩し余命5年とまで宣告されます。絶望のどん底にあっても彼はこう言いました。死ぬと分かっていても人生は一度きりならば全力で挑戦するしかない。孫正義の最大の武器は諦めなかったことでした。コンピュータ雑誌の発行、流通事業、携帯電話への参入、すべて周囲から無謀だと笑われましたが、彼は挑戦をやめませんでした。そしてついに大きな転機が訪れます。2000年、まだ無名だった中国の小さな会社アリババに2000万ドルを投資。誰もがそんな会社に価値はないと首をかしげました。しかしその投資は20年後に20兆円規模に化けるのです。世界を驚かせた逆転劇でした。孫正義の成功哲学は決して難しいものではありません。彼自身の言葉を紹介しましょう。志高くあれ。目先の利益にとらわれず大きなビジョンをかけ、失敗しても死ぬわけじゃない。挑戦し続ける限り敗北はない。チャンスは一瞬で去る。決断力こそが未来を切り開く。孫正義は金や名誉ではなく情報革命で人々を幸せにするという志を抱き続けました。だからこそ数々の逆境を跳ね返し、今日の地位を築き上げることができたのです。彼の人生は私たちに強烈なメッセージを投げかけています。どんな逆境にあっても諦めるな。志を持ち挑戦をやめなければ必ず道は開ける。一度は余命宣告を受けた青年が世界的な成功者となった孫正義の物語はまさに逆転人生そのものです。そして私たちに問うのです。あなたの志は何ですか？ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。